そもそもまずこの感じた時ってやめようと思いますよね。こうしたスタンスで来れば基本的には前向きで受け取りますよね。こんにちは、本日です。このチャンネルでは14歳から働き21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方いればぜひ見てください。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマがですね、納得のいく報酬がもらえてないと感じる管理職の方、世の中いらっしゃると思うんですけど、こういう方も忙しさと報酬がこう見合ってないと感じるとき、僕も平社員なんですけど、やっぱよく感じることがあって、そういう時に、交渉するのか上司に、はたまた転職するのか、はたまた自分の考えを変えるのか、どう動いていったらいいのかなってこう悩んでる方も結構いると思うので、そういう方向けに今回は質問社長の見解というか考えをいただけたらなと思います。そうですね、僕はもう経営者も長くなってしまいましたし、私働いてる時の感覚、価値観で考えるとあんまりこういう考え方したことなくて、おっしゃった通り、納得のいく報酬がもらえないと感じる管理職だとしたら、そもそもまず感じた時ってやめようと思いますよね。一つは何がそう思わせるのかっていうのを事実を明白にしようって思うんですよね。なるほど。大体主には多分そう感じちゃう時、考えちゃう時って、まず一つは自分のそもそも生活とか、遊びとかに関してもっとお金が欲しいみたいな、足りないとか、まず自分の都合からそういう発生する時と、あと周りとの比較ですよね。やっぱ同い年の友達でこう仕事やってる人がいくら持ってるらしいぜみたいな、そういう広告が目をよぎりこれもっとないんじゃないのみたいな、要は満足してる時って別にないですよね。仮にそうだとしたら、まず自分の生活とか欲しいお金っていくらなのと、なんでなのと考えます。周りが比較する時だったら、じゃあ事実として自分の年齢は今やっている仕事、会社、業種とか、市場においてはじゃあ年齢なのか職種、業種、職種とかに関してどのぐらいなんだとか、まずちょっと事実をできる限り集めましょうと。で、結論と3つしかないですよね。転職するか、自分の考え方を変えるか、交渉するかみたいな。そういう意味で社長としてもそうですけど、事実がなくて、いやちょっと責任や成果の重さに対して、成果や責任の重さに対して後ろめ合ってないんですけどって言われても、っていうしか言うようはないです。そうですね。でもちゃんと自分で事実をいっぱい持ってきて、客観的な事実いっぱい持ってきて、理由が明白だったら、ゼロ回答はないんですよね。ゼロ回答っていうのは給料いくらかにしますよとかじゃなくて、じゃあそれぐらい稼ぎたいんだったらこういう選択肢があるんじゃないのと、こういう結果出したらそれぐらいもらえるんじゃないのと、何かしらのヒント以上はもらえますよね。自分も今まで過去はそうだったんですね。とにかくただ言ってるだけの人は相手にしないけど、自分はなぜその稼ぎたいかの理由が明白だったら、そういう意味では、じゃあこうしたらとか、じゃあこういう結果を出したらいいんじゃないの、じゃあこういう職種ジョブチェンジしたらとか、じゃあ次ね、管理職応募してみたらとか、仮にそういう話にしかならないから、それは逆にプラスですよね。特別考えてるなと。確かに。で、目標も明確だなと。これを交渉するっていうけど、あんまり交渉じゃないんですよ。ちゃんと希望をまず伝えて、自分の希望と客観的事実、根拠を基本的にはそれをイエスかノーかで決定しまうじゃなくて、どういう方法があるのか、自分も知らないかもしれないけど教えてほしいとかね、こういうスタンスで来れば基本的には前向きで受け取りますよね。確かにそうですね。それは何を思ってか正論だけバーッて出してきて、自分の同年代の同じ職種化すると自分の給料は、いくら低いっす、だからいくら上げてくださいって言って
じゃあそっち行けばいいんじゃないってなっちゃうから、事実一回集めましょうって感じですよね。なるほど。はそうやって事実をこう並べていくと、はい、気づけることもいっぱいあるし、うんで僕のおすすめは今の話ですね。まず自分としては稼ぎたいと思ってます。いくらぐらい稼ぎたいと思ってます。それが例えば今すぐなのか、3年後なのかね、思っていて、で理由としてはこういう理由があって稼ぎたいからですと、もしくはこういう理由があっていくら欲しいんですと聞かれたら、その根拠と考えていることを全部お話しして、で、基本的には辞めるとかちらつかせるのダメで、辞める辞めないとか、0か5万あげるかみたいな、なんかそういう問い方じゃなくて、とにかく自分はこのぐらい稼ぎたいと思ってます、理由として目的としてはこれです、こういう事実があります。その上で、じゃあまずこの会社でこのぐらいの目標を達成するとしたらどういう選択肢がありますか、どういう方法がありますかと。ぜひ自分はね、このぐらい稼ぎたいんで、こうね、じゃあこのぐらいの結果出したらこのぐらい稼げるよとか、このぐらいの結果出したらこういうチャンスがあるから、そこにね、役職でもなんでもいいけど、ハマったらじゃあこのぐらいの給料になるよとか、こういう感じで気に入るんだったら全然会社としてはすごいプラスで捉える人が多いんじゃないかなと思います。なるほど。なんかこうあれですかね、自分をこう押し殺すのではなくて、前向きにこう判断する視点を与えるみたいな。とにかくだからその仕事ができる人だからそうちゃんと考えられると思うんですけど、ちゃんと問題が何なのか、自分の課題が何か、自分はどうしたいのか、なぜかみたいな、そういうのをひたすら考えてやっていく、問題解決のちゃんとフレームワークに沿って、そういうのをちゃんとバンバンと出して順序を追ってやっていけば、じゃあなぜ自分がその給料なのかって意外と納得できたりしますし、なるほど、納得できた上でなんで稼ぎたいんだっけみたいな目的とか理由なんだっけと、あとは現実的にどういう選択肢があるんだっけ、この時間軸を目の前も先も考えながら考えられれば、そもそもそういうなんかこうネガティブな発想にならないと思うんですけどね。なるほど、ありがとうございます。じゃあまずはそうだね、そういうふうに言うと、納得のいく報酬がもらえないと感じる管理職の方がいたら、納得できるじゃないけど、別に納得するかしら置いといても、全部洗い出しなさいよと。他人に求めないで、まず自分で本当になんで納得いかないんだっていうことで、ちゃんと問題を設定してやりましょうよと。なるほどですね。もう一個の質問で、社内出世、要は管理職として、よくあるある話、大企業だとね、これ以上の役職に上がるにはどう考えても数年以上かかるなと、そんな時あるじゃないですか、そういうどのようなキャリアを描くかとかっていうね、質問なんですけど、いつも通り行くために知らんかなと、自分で考えるという話なんですけど、自分が何やりたいかですよねって、確かに何を求めるかの話だけじゃないのと思うんで、ここもしっかりと自分にちゃんと問題設定してくれると、僕だったらですけど、俺って何やりたいんだっけと、目的とか志みたいなことを考えますよね。あとは何が自分は得意なんだっけと、何をしなきゃいけなくて、できることは何で、やりたいことなんだっけと、確認しますよね。そういうことを考えた上で、最も自分が選択したいものを選択すればいいだけの話でしょ。だから割と整理ができてない人が多いそうかもしれないですね。なんか委ねてるじゃないですけど、でその根本を探っていくと、やっぱ何かしらそれを思わせた根源の原因があって、意外と関係ないことだったりしますよね。なるほどなるほど。だから問題が問題じゃなかったよっていうことが結構あるんですよ。そうですか。でもあんまりそれを声には出せないですけど、自分の心に聞かないとわからないけど、例えばじゃあ、もう管理職として安定してきたし、しばらくやったし、でもこの先考えると上の人が詰まってて、どうしようかなって思った時に、その思考の先が、いやこれはもうそれでも何年か待つ覚悟で社内でもっと出世を目指すのか、いやでも何年も待てないから独立しようかな、どっちがいいんだろうなみたいなってなるんだけど、根源掘っていくと、よくあるある話でいくと、たまたまその担当の上司、官庁役員が異動されてきて意が合わない人で、そういうのがあったからこういう考え方に結論になりましたみたいな、よくあるある話です。だとしたら別に正直本当は質問は
社内で出世するか独立するかじゃなくて、そういうシチュエーションで、上司とそれが合わなくて対立した時に自分の目的に沿ってどうする選択肢が一番いいのかみたいな、もうちょっと戻ってから考えた方がいいと僕は思うんですよね。なるほど。ちょっと一旦ここで整理しながら喋ると、僕がその相談を受ける立場みたいな感じで考えちゃったら、管理職の立場にいれば当然ね、社長もある意味管理職だから、頑張ってるのに報われてないんじゃないかとか、忙しさと報酬が見合ってるかとか、もう数年このポジションでと、なんか考えちゃう時があることはもしかしたら自然かもしれませんと、だから頭から別に否定しないんで、ちょっといろいろやり取りしながら言語化してあげて、問題の本質のところを一緒に掘ってあげる。大体うまくいってなかったりするとか、なんかいろいろ考える時間ができちゃって考えて、なんかそこにたどり着いてるとかさっき言ったようにあるので、そういうのはやっぱ掘り起こす感じですかね。なるほど。大体やっぱそういう停滞期が、割と成長のエンジンになったりするんで、ちょっと火つけてあげたらボーンといくような、要はその時でもあるので、じゃあお互いがやっぱりいいきっかけなんですかね。こういう今はあると思いますよね。意外なことが返ってくる時ありますからね。そうですか。ただ最近で言うとね、静かな退職みたいな。ありますね。確かに。は本人としてもどうせ辞めんだったら、静かに辞めるというよりかぶつけてみたらいいんじゃないのと僕は思いますね。そこで意外な答えや思ってもみなかったなんか選択肢があるかもしれないと思いますけどね。いや、おっしゃる通りですね。ありがとうございました。今日はですね、納得のいく報酬がもらえてないと感じる管理職の方、社内出世か独立か迷った時どう考えるかとか、そんな質問に対してのお話をさせていただきました。ありがとうございました。